時は1980年代中頃、ハドソンは自身が目指す高度な表現に対してファミコンやパソコンの性能の限界が見えてきたという状況に直面していた。この問題に対して自分たちが欲しいものを自分たちの手で作り上げるという目的で、ハドソン社長工藤博をはじめとしたハドソン技術者たちが動き出した。この時点ではビジネスのことは考えておらず、単純に自分たちの夢を追いかけただけであった。半導体メーカーではないハドソン単体ではチップを作ることができないため、開発者が使用書を書き、半導体メーカーに持ち込んでも NEC を含む国内の主な半導体メーカーには断られた。最後に訪問したセイコーエプソンでようやく話をまともに聞いてくれた。ここで工藤は別に売るつもりはないから、とにかく1個作ってほしいんだ。自分の机にファミコンより性能のいいゲーム機があればいいんですという話をしている。対するエプソン担当者が開発には相当な額がかかるというと、工藤はお金はいくらでも用意します、なんなら今ここに積みますからと返した。この時点で相手も呆れていたと後に工藤は言っている。こうしてチップの開発はスタートした。ハドソンエプソン双方のメンバーがほぼ同年代で、細かい点ではよく話し合って決めた部分もあるので、山村は一緒に作ったという感覚が強いと証言している。音源チップの設計者は当時のハドソンのサウンド部隊トップである笹川俊之氏が担当。1983年にプログラマーとしてハドソンに入社し、学生時代に音楽をしていたため後にサウンド部門へ移転する。天外魔境シリーズの作曲者として知られるが、他にもサウンドプログラム、サウンドデザイン、サウンドプロデュース等の仕事をこなし、1980年代および90年代のハドソンのサウンド部隊のトップポジションで多大な貢献をした。音源チップ設計にはドイツ製シンセサイザー TPG のウェーブテーブル方式から着想を得ているとのことです。こうして HUC6280 チップが完成。ハドソンはこれをまずシャープに持ち込んだが、結局シャープとは話がまとまらなかった。次に工藤が向かったのが NEC だった。ここで幸運なことに、ちょうどゲーム機を作りたいと思っていたという対応を受け、話がスムーズに進んでいった。こうして1987年10月30日、NEC ホームエレクトロニクスにより PC エンジンは誕生した。音源チップの仕様を紹介しよう。音源は CPU チップ HUC6280 に内蔵された波形メモリ音源、録音とノイズ発生器、2音の中から選択した 6CH 構成。左右の音量レジスタ可変によりテレビゲームで初めてステレオ発音を実現しました。ゲーム内オプションやスタッフロール等において PSG と表記されるケースがあるが、これはゲーム開発者の間で波形メモリ音源を便宜上 PSG と呼称するのが慣例化したためです。ここで波形メモリとは何かおさらいします。PC エンジン波形メモリ音源とはその名の通り、波形を32分割にして32段階に指定することができます。とりあえず鳴らしてみましょう。まず前回動画で触れた区形波、通称 PSG、 ノコギリ波、ナムコっぽい音色その1、ナムコっぽい音色その2、大丈夫？私はランスの村のリリア、フトジスコードで32バイト、同じ32バイトのわずかなパラメータで、このように区形波とは比較にならないさまざまな音色を奏でます。従来の波形メモリ音源に比べ汎用性があり、
マリンバやシンセパッド系の音色が出せます。特にオルガンの音色に強みを持ちます。反面、太い音や金管楽器の音色は出しづらい特徴があります。 PC エンジン波形メモリの悲運。ライバルだったファミコンに圧倒的なアドバンテージを誇ったサウンド。しかし PC エンジン発売からわずか1年後、 CD ロムロムが発売。 CD 生音源でユーザーの心をつかんだ。1988年10月29日には FM 音源搭載のメガドライブ発売。1990年11月21日には PCM 音源搭載のスーパーファミコン発売。多機種のサウンド及び CD 音源と比較し、もはや1世代前の音色となり、また CD 音源から波形メモリ音源に切り替わった時にギャップを感じる結果となった。こうして PC エンジンユーザーであればあるほど波形メモリ音源に対して心の底から愛せない状況であった。ただここで目線を変えてみよう。1980年代後半はアーケードの時代だった。圧倒的な CPU 性能、信じられないサウンド。アーケードゲームは常に憧れの存在だった。ゲーメストという雑誌があった。毎年ゲーメスト大賞でその年で最も優れた作品が表彰された。結論から申し上げよう。 PC エンジン波形メモリは最もアーケードが輝いた時代に多くの移植作が発表された。1986年アーケード作品、セガの名作ファンタジーゾーン。コナミの名作サラマンダ。せっかくだからやっときますか。1987年、セガの名作アフターバーナー2。R タイプ1、2。アウトラン。ドラゴンスピリット。限定トーマデン。妖怪道中記。1988年、ベラボーマン。忍者ウォーリアーズ。パワードリフト。オーダーイン。1989年、バルキューレの伝説。メガドライブユーザーだった中の人は、メガドライブにナムコ参入、コナミ参入と聞いて小躍りした。しかしながら発表されたタイトル群は求めていたのはこれじゃない感が多数あった。明らかに北米市場を対象とした参入だった。 PC エンジンでグラディウスやサラマンダ、グラディウス2が発表される中、メガドライブ初ソフトはカメ忍者だった。違う、そうじゃない。 PC エンジンユーザーだった友人を羨ましく思い、せっせと通い憧れのゲームをプレイした。その後セガサターンで革命作は完全移植されることになる。現在でもあらゆる手段で名作を楽しめる。ただ
完全移植となった瞬間に僕たちのアーケードへの憧れの旅のゴールを切った。当時アーケードとの圧倒的なスペック差の中で名作を自宅で無茶移植を含めて楽しんだ。ワルキューレの伝説が一番この思いを伝えやすいであろう。その他オリジナル作品でも名作が多い。マジカルチェイスはハードスペックを忘れさせてくれる名作であった。 PC エンジンのその後の歴史は多くは語らない。 PC エンジン波形メモリ音源、大抵の音源は名前がある。この愛すべき音源は名前がない。先に述べた通りエンディングでも通称 PSG と呼ばれる。ある意味 PC エンジンユーザーよりも多機種ユーザーから羨望の眼差しで見られた名音源チップであるのだ。